皆さん、こんにちは。ゆいです。あきらです。今日もゆっくりおしゃべりしていきます。今日のテーマ、ちょっと気になりませんか？独居歴が長くなると、恋愛能力って本当に落ちるのっていう話です。これは多くの人が感じていることかもしれませんね。ゆいさんはどうですか？私は一人暮らしが長いので、正直、うっと思いました。でも、本当に落ちるのか、それともただ慣れの問題なのか、話してみたいです。なるほど。私も一人暮らしが長いですから実感があります。まず、恋愛能力という言葉、少し重たいですけど、今日は気楽に話しましょそうですね。恋愛能力って言われると、なんだかテストみたいで緊張します。う。テストではないですから安心してください。例えば、誰かと一緒にいるのが久しぶりだと生活のリズムが合わないとか、そういう小さなことですよね。わかります。私はこの前、友達と旅行に行った時、朝の準備のペースが違ってすごく疲れました。恋人だったらもっと大変なのかなって。旅行は生活習慣の違いがはっきり出ますよね。特に一人暮らしが長いと全部自分のペースですから。そうなんです。自分のコーヒーを飲む時間とか、静かにしたい時間とか、急に誰かがいると、あれどうしたらいいんだろうってなります。それまさに今日のテーマの入り口ですね。一人の時間に慣れすぎると誰かと合わせる筋肉が弱くなるのかもしれません。筋肉みたいに使わないと落ちるのかも。じゃあ今日はそのあたりじっくり話していきましょう。はい。まずは私たちの独居あるあるから始めましょうか。私一人暮らしを始めてから家に帰ったらまず換気をしてそれからお茶を入れるっていう流れが完全に決まっています。わかります。私も帰宅後のルーティンがあります。まず手を洗って、部屋着に着替えて、窓を開けてコーヒーを入れます。その流れを誰かに「ただいま」って言われて急に止められると頭がついていかないんですよね。悪い人じゃないのに少し嫌だなって思ってしまって。そうですよね。これはわがままというより、一人の生活でできたリズムだから、崩れるとストレスになるんだと思います。私は以前ちょっとしたことで相手に「今から電話できる?」って聞かれて本当は大丈夫なのに今日の予定が崩れる気がして「ごめん今日は無理」って言ったことがあります。それ、恋愛能力が落ちたというより、自分のペースを守りたい気持ちが強くなったんですよね。私もあります。あきらさんもですか？どんな時？例えば、夜の10時以降は静かに本を読む時間なんですけど、そこで長いメッセージが来ると返すのが少し面倒に感じます。相手が悪いわけじゃないのに。わかります。一人の時間って自分を回復させる大事な時間ですからそれを守りたいんですよね。そうです。でも、恋愛では相手の連絡を待ったり返したりするのも大事ですから、そこが難しくなります。確かに一人暮らしが長いと自分の時間を守る能力は上がるけど相手のタイミングに反応する能力は下がるのかもしれません。いい分析ですね。それまさにルーティーンを乱されたくないという症状です。でも、これが恋愛能力の低下なのか、ただの性格なのかはまだわかりませんね。そうなんです。今日はそこを掘り下げたいです。次は気を使うのが面倒って話をしてもいいですか？もちろん、そこも大事なポイントです。行きましょ私は誰かと一緒にいると無意識に相手の機嫌を伺ってしまうんです。今これ言ったら嫌かなとか。それは一人の時にはない疲れですよね。私も相手が楽しんでいるかどうか気になって自分が楽しめなくなることがあります。でもそれって相手のためというより自分が嫌な空気になりたくないからかもしれません。気を使うのが面倒と感じるのは少し冷たいですかね。冷たくはないと思います。一人暮らしが長いと家では誰にも気を使わない生活が当たり前になりますから、外で気を使うと余計に疲れます。そうなんです。だからデートの後家に帰るとどっと疲れて、もう今日は何もしたくないってなります。
相手が悪いわけじゃないのに。わかります。私はデートの前から何を着ていくか、何を話すか、どこに行くか、全部考えるのが面倒に感じることがあります。準備だけで疲れます。ああ、それすごくわかります。一人の休日ならパジャマのまま一日中ダラダラできますから、そのギャップが大きいんですよね。そうそう。でも相手に合わせて準備するのも恋愛の楽しさの一部だったはずなんですけど、今はその楽しさより面倒が先に来てしまいます。私もです。それって年齢のせいもあるのかなって思ったんですけど、一人暮らしの快適さが原因な気がします。確かに年齢だけではないと思います。自分の空間が完成していると、そこに誰かが入ってくるのが少し煩わしく感じるんですよね。でもそう思う自分を責めるともっと疲れます。だから今日は正直に話せてよかったです。そうですね。正直に話すと自分だけじゃないんだって少し安心します。はい。じゃあ次は相手のペースに合わせるのが疲れる話をしませんか？いいですね。これもよく聞く症状です。続けましょう。私は朝が遅いんですけど、以前お付き合いしていた人は朝がすごく早くて、一緒にいるともう起きるのってびっくりしました。生活リズムの違いは大きいですよね。私も休みの日はゆっくり寝たいのに、相手が活動的だと無理に合わせてしまいます。そうなんです。合わせるのが悪いわけじゃないけど、だんだん自分の休みなのにって気持ちが強くなって、それが疲れにつながりました。わかります。相手のペースに合わせるのって最初は優しさでも続けると自分を削っている感じになりますよね。私は食事の時間もそうです。一人だと夜9時に食べるのが普通だけど、相手は6時にお腹が空く人で、夕方に今日何食べるって連絡が来ると、まだお腹が空いてなくて困りました。それとてもリアルです。私は逆に相手が夜遅くに食べる人で待つのが辛かったことがあります。お腹が空きすぎて先に食べちゃおうか悩みました。食のリズムが合わないのは地味にきついですよね。でも相手に私のペースに合わせてとはなかなか言えないし。そうなんです。言うとわがままかなって思って我慢してしまう。その我慢が積もると恋愛自体が面倒になります。私も合わせる疲れでだんだん会うのが億劫になったことがあります。相手はいい人なのに自分のペースを守りたい気持ちが勝ってしまって。それ、恋愛能力が落ちたのではなく、自分の生活を守る力が強くなった結果かもしれませんね。でも恋愛ではある程度の柔軟さも必要です。はい。でもどこまで合わせるのが正解なのかわからなくなります。一人暮らしが長いとその基準が自分中心になってしまいます。確かに。次は、そもそも恋愛能力って何なのか少し整理してみませんか？いいですね。私も自分の中でぼんやりしていたので言葉にしてみたいです。では、そこに進みましょ恋愛能力って学校で習わないけど、みんななんとなく持っているものだと思いました。でも具体的に説明するのは難しいです。う。そうですね。私は、相手を思いやる力、気持ちを伝える力、それから一緒にいる時間を楽しむ力、この3つかなと思います。いいですね。私はあと、相手の変化に気づく力も大事だと思います。一人だと全部自分の変化だけで済みますから。なるほど。一人暮らしでは相手のちょっとした表情や口調の変化に気づく機会が少ないですから、その力は鈍るかもしれません。私は自分の気持ちを伝えるのも下手になった気がします。一人でいると嬉しいも悲しいも全部自分の中で完結してしまいます。それは深いですね。私も感情を言葉にするのが面倒になって、心の中でまあいいかって済ませることが増えました。そうすると、いざ誰かと一緒にいても何を感じているのかうまく言えなくて、相手に何考えてるのって聞かれます。ありますね。あと、一緒にいて沈黙が続いた時、昔は平気だったのに今は何か話さなきゃって焦ってしまいます。
わかります。一人だと沈黙は自然なものだけど、二人だと沈黙が重く感じてしまう。それも能力が落ちた証拠かもしれません。でも、これは練習すれば戻ると思います。自転車に乗るのと似ていて、完全にゼロになるわけではないはずです。そうだといいんですけど。じゃあ次は逆に、一人暮らしで得たものも話してみませんか？落ちた話ばかりだと暗くなりますから。いいですね。実は、一人暮らしのおかげで成長した部分もあると思います。そちらに移りましょう。はい、前向きに行きましょう。私は一人暮らしをして、自分が何にストレスを感じて、何をすると回復するのか、はっきりわかるようになりました。それは大きいですよね。自己理解が深まると、無理に人に合わせるより、自分のペースを大切にできるようになります。そうなんです。だから、もし誰かと一緒に住むことになっても、自分の時間をちゃんと確保する交渉ができる気がします。いいですね。私も一人で家事やお金の管理をするようになって生活力がつきました。これは相手に頼りきりにならない強みだと思います。確かに、私は料理も最初は自分の好きなものばかり作っていましたが、今は栄養のバランスも考えます。誰かのために作るのも少し楽しみになりました。料理は恋愛でも役立ちますよね。一人暮らしで自立していると相手に過度に期待しなくて済むのもいいところです。それ大事です。私も誰かに幸せにしてもらおうと思わなくなりました。まず自分で満たせるから相手と対等にいられる気がします。そう考えると、一人暮らしは恋愛能力を下げるだけじゃなく、大人としての土台を作ってくれているんですね。はい。あと一人の時間が長いと自分が本当に誰かと一緒にいたいのか、それとも世間の流れで焦っているのか、落ち着いて考えられます。それはとても健全なことです。恋愛に飛びつかず、自分のペースで相手を選べるのは、長い目で見ていい関係につながると思います。そうですね。じゃあせっかくならこの強みを生かしてどうバランスを取るか話してみたいです。いいテーマですね。そちらに進みましょう。はい。最後に前向きな話をしましょう。私はまず自分のペースを守る時間と相手と過ごす時間を分けることが大事だと思います。わかります。私は会う前に今日は何時までと決めておくと気持ちが楽になりました。相手に伝えるのは少し勇気がいりますが。そうですね。最初は言いにくいかもしれないけど、長く付き合うならお互いの生活リズムを尊重するのが結局楽です。私は一人の時間を回復の時間として相手に説明するようにしました。これがないと元気に会えないって伝えると意外と理解してもらえます。それはいい伝え方ですね。私もメッセージの返信が遅くなるときはあらかじめ今から集中する時間だから後で返すねと伝えるようにしています。そういう小さな宣言が相手の不安を減らしますよね。一人暮らしの習慣を隠すより見せた方がいい関係が作れる気がします。はい。あと相手のペースに合わせるときは今日は合わせる日と自分で決めると我慢ではなく選択になるので疲れにくいです。なるほど。私も会う日は相手のペースを楽しむ。家に帰ったら自分のペースに戻ると切り替えるようにしています。それいいですね。全部を合わせようとするから苦しくなるんです。部分的に合わせると決めるだけで恋愛がまた楽しくなります。私もそう思います。一人暮らしで得た自立心と自己理解は実は恋愛でもすごく強い味方です。ええ。だから恋愛能力が落ちたと心配しすぎず、自分の生活を大切にしながら無理のない範囲で誰かと向き合えばいいんだと思います。そうですね。今日は本当に気持ちが軽くなりました。そろそろまとめに入りましょうか。はい。では最後に今日の話を振り返りましょう。今日は独居歴が長くなると恋愛能力って本当に落ちるのというテーマで私たちの実感を話しました。はい。一人暮らしが長いとルーティーンを守りたい、気を使うのが面倒、相手のペースに疲れるという症状が出ることがあります。でもそれって能力が落ちたというより自分を守る力が強くなった結果かもしれません。
そして自己理解や自立心など、独居で得た強みもたくさんあります。大切なのは全部を合わせようとせず、自分のペースと相手との時間を分けて無理のないバランスを取ることだと思います。皆さんももし似たような感覚があれば安心してください。少しずつ自分のペースを相手に伝えるだけで気持ちが楽になるはずです。そうですね。今日の話が少しでも皆さんの参考になったら嬉しいです。もしこのチャンネルがいいなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。はい、それから今日のトークの内容はコメント欄の一番上にスクリプトを置いておきますので、よかったら勉強に使ってください。スクリプトを見ながら聞くと日本語の勉強にもなりますから、ぜひ活用してください。では、今日はここまでです。聞いてくれてありがとうございました。また次回も一緒におしゃべりしましょう。ありがとうございました。またね。